なんかこれ、はい、そうなんか色が違うのが許せないから一画面で。うわ待って、あやちゃん俺本気にさせられたあ、待って、ポイント大和証券これね、俺ね最近ね、その調べるってことに対して人類は全員間違えてるってことに気づいた。この調べることリストにまず疑問に思ったら、ここにまず打ち込むわけですよ。なぜダブルボタンの下を止めるのは失礼なのみたいな。スマホに負けない生き方の一個の、テクニックですよね。おはようございます。はい。今日は5年ぶりにちょっとスマホの中身をやろうかなと思う。うわ懐かしい。あれ5年？エンシンさんがセクシー女優を調べていた時ね、検索履歴見てね、懐かしい。あれめちゃくちゃいじられました。そうなんだ、はい。検索履歴見せてもらうことできます？検索履歴？はい。その人の性格が分かるっていうか。はいはい。これ履歴ってどうやってやるんだ？履歴を残すようにすると、その検索履歴を使った人はこれ見てますみたいなのが出てくるのが嫌だったんで、確か消した記憶があるんですよ。エンシーさんの検索履歴見せてくださいよ。やばいかもしれない。見たいみたいな。ちょっとガチでやばいかもしれない。何がですか？ローランの殺し方とかどうやって見るんですか？いやどこで？ここで履歴見れるんですか？いやダメだ。エンシー。いやいや消しとかなかった。もう汗やばい。人の待ち受け見るの面白いですよね。ロアンさんどういうのしてるんですか？俺中身超整理されてるから。ごちゃごちゃしてるのが嫌なんですよ。これいろんな色になるのが。だからこれ123456789こう割り振って、こう全部アップルにしたらなんかこうモノトーンで綺麗じゃないですか。俺世界で一番美しい携帯な自信がある。ツイッター1分しか使えないんですか？自分が投稿したらもう見れない。ほぼもう投稿したら1分経つじゃないですか。今日もうこれ使えないです。今日使えないですね。ちょっといいですか、中身見せてもらって。いいっすよ。機種今なんですか？これはね、何なんだろう、分かんないけど15なのかな。 iPhone ですよね。 iPhone。これケースは何ですか？ケースは台湾で買ったやつ。台湾で買ったやつ使ってるんですか？そう台湾で買ったじゃないですか。俺スマホ台湾の RBL で落として、でなんか買わなきゃってなって春馬と買いに行ったじゃないですか。あれ使ってるもん。あれ使う。そう台湾の夜市で買ったやつを使い続けて、そう意外とそこなんかすごいこだわりありそうなのに。いややっぱスマホに対してはね、俺あんまそこまでね根底好きじゃないがあるから、別に何でもいいやになっちゃうんですよね。ちょっとなんか見せてもらって。ホーム画面はあれこんな感じでしたっけ？こんな多分変わってないんじゃないかな。ほら見てこれがもう完全に統一されていて左右対称で、これはもう全く変わらない。5年前からほぼ一緒。こんな9個もありましたっけ？9個やってないかな。なんかこれ、そうなんか色が違うのが許せないから一画面で、だから統一するために9個全部そのアプリにしてる。でもこれできるって知らない人結構多いんじゃないのかな。どういうシステムこれ？でもこれだから例えばここタップしてこれ SNS とかもこうやってタップすることで全部インスタグラムでなんかごちゃごちゃしないの。なんか俺これやるメリットは、例えばインスタグラムでストーリーズを更新しようと思った時に、これをやることで雑念がそこで1個減るっていう。もうインスタだけをやるんだよっていうのが分かる。なるほど。これは俺の中のスマホに負けない生き方の1個のテクニックですよね。なるほど。これやることで雑念が減りますよと。初めて見たけどな、この9個入れてる人。だから多分これ気づいてないと思う。人類で俺だけ。あとなんだろうな。そうだ、最近取ったアプリでノートわかります？ノート。ノート、いや僕知らなかったんですけど、上場とかもしてて、マザーズかなんかで上場とかしてて、で俺このアプリを実は8年前に俺取ってたんですよ。ノート。なぜなら俺文章を書くのめっちゃ好きだし、俺の文章力をもってしたら匿名でも
世界を変えるリアクションが来るんじゃないのかと思ってめっちゃ頑張って書いた渾身の一記事をローランドって入れずにホスト界の帝王って名前でアカウント作って投稿したんですよ。どういう内容ですか？漢字には女編があるのになぜ男編がないのかっていう。だこれは日本古来の人たちが女性を特別していたからじゃないのかみたいなちょっと論文チックだけど面白い読み応えのあるものを書いて、これはもう鬼のようにバズるぞ、このホスト界の帝王って誰なんだって話題になると思うじゃないですか。8年間でいいね何個来たと思います？いやもう全く想像できないですね。 1?1 で悲しかったから厳密に言うと2なんですけど、自分でタップしていいねを2つにしたっていうだから面白いのは SNS ってやっぱ何書くかじゃなくて誰が書くかってめっちゃ大事なんだなって。ああ確かに。だからもうこれ結構下に入れてるってことはこれだから四天王に入ってる。あ、これ下四天王なんですね。下四天王四天王なんですね。で四天王のもう一個がこれね、俺ね最近ねその調べるってことに対して人類は全員間違えてるってことに気づいた。例えば疑問に思ったことをもう今数秒後に指先一つで調べられるじゃないですか。でもその情報って結局なんか人って覚えてないわけですよ。なぜならその調べたいことを解決数秒後にして、でまた新しい調べたいことができたらその数秒後に解決して、新しい情報がどんどんもう上積みされていって書き換えられて更新されて一個も覚えてない。だから人って1日に仕入れられる知識って俺本当に3つぐらいが限度だと思ってて、だから俺のルールで言うとこの調べることリストにまず疑問に思ったらここにまず打ち込むわけですよ。なぜダブルボタンの下を止めるのは失礼なのみたいな。これ分かります？これ下止めないのがルールなんですよ。下マナー違反ですもんね。そうマナー違反じゃん。でも俺、シングルボタンも一番下止めないです、止めないじゃないですか。でも俺は左右非対称とか嫌いだからここ止めたいわけですよ。そう本当はこれがいいの。でもこれマナー違反で、ふとした時にこれなんでだろうって思って、で俺ここに打ち込んだっていう。で普通だったらこれなんでだろうと思ってみんな調べるわけですよ。ダブルボタン下止めない理由とかでそこでこういうことなんだって思って数秒後には忘れてるじゃないですか。これを止める理由とかそもそも知識として身についてないじゃないですか。でも俺はまずここに調べることリストに入れたらネットを使わずしてどうやってこの疑問を解決できるだろうかをまず1日めちゃくちゃ考えるわけですよ。どう解決するんですか？だから例えばそれこそご飯食べててそういやさみたいな、ダブルボタンの下って止めないじゃんみたいな、あれってさなんでかを知ってるとか聞いてみるわけですよ。まず人に人に聞くんですか？そしたら知ってる人は教えてくれるし、知らなかったら知らなかったらそれはそれでよくて、なぜならじゃあさこれなんでさ下止めないと思うみたいなっていうような話ができるわけですよ。確かになんでかはよくわかんないです。マナーで聞いたことあるっていうぐらいですか？だからさポケットをこうやってやるじゃんみたいな、中探るときにここ止まってたら開かないけど、でもさこれ外してみ、なんかちょっとこう開くじゃんみたいな、だからじゃないみたいな、そういうやり取りするのがまず普通に楽しい。哲学的なディスカッションができる題材になるし、こういういろんな仮説出たなって思って寝る前にご褒美の時間としてこれを打ち込んで調べるわけですよ。答え合わせするってこと？そう答え合わせするの。そしたらさそういうことだったんだとかで、そんなことを経て調べたこのダブルボタンの下を止めない理由をなんていうの知識として仕入れたら、まずどこでも話せるし接客でも使えるし講演会とかでも使えるし、まず話のネタとして面白い。でこれは数秒間で指先一つでググって調べたら絶対にそんなことにならないから。あとこれもう一個、ライフハックとしてめっちゃおすすめなのがシングルタスクをあえてするってこと。例えば、オーディション告知とか、俺日記もちょいちょい書いてるから日記書くとか、例えばラストコールの見学メンバーってあるじゃないですか。これを一回タップしてよしじゃあこれを今からやろうと思ったらタイマーアプリを使うんですよ。ラストコール、見学で入れるわけですよ。で、大体これぐらいのタスクだったら誰か行けるか電話して、それの折り返し待って、じゃあ俺7分でできるなみたいな。だから7分に設定するわけですよ。でこれ開始するじゃん。そしたらラストコール見学ってここに出て、で
ここに必要なスタッフたちに連絡をするってことだけに集中を、それ以外はやらないっていう。電話とか連絡来たらどう？だから連絡とか来てもそれはもうキャンセルするんですよ。着信拒否にして絶対出ないんですよ。もうそのここに書かれたタイマーに書かれたことのみをやると、それ以外は絶対に仕事としてやらないっていう。でこれがまあ終わったら学校のチャイムみたいなのが鳴るんですよ。5秒とかにして開始するじゃないですか。これ鳴るんですよ。これである理由あるの？なんかね、やっぱ人ってチャイムを聞くと一回リセットするって多分ねなんかプログラミングされてるんだよ。だからこれが鳴ったらよし1個のタスク終わったなって。結果的にこれなんだっけって探す時間とかを加味したらシングルタスクした方が効率がいい。わかりました。まあでもさすがにこれちょっと俺偏りすぎてるから、で俺今日実はザーバトルの打ち合わせでシックと本店の売れっ子たち今呼んでるんですよ、はい、だから彼らのやつをこう抜き打ちで見てみたい。予測変換とか見たいよね。ロでなんか何出てくるかな。ロの後にうざいとか、なんかローランドの後うざいとか出てこないな。あれ来てた。うわちょっとねお話があります。シックは残ってて、後でまたちゃんと会議やるからちょっと一瞬ね本店メンバー借りていい？はい。呼んでくれた人だよ。だいぶ待たせたね。周りんで。いつまでだったの？年末仕事納めは。1日しか休みじゃなかった。嘘でしょ？本当だよ。それは癒してあげないと。そうでしょ。ドキッとしたわ。ふざけてる？ふざけてないか。本気、めっちゃ本気。本気？じゃあ行きますよ。いやまずねケースプラダの可愛いのよ。これ何 iPhone 何 15？16 プロですね。16プロ。待って俺ら一緒？一緒じゃない？僕がプロです。そうなの？これ何これ？スタンダードの16です。確かにカメラ少ねえな。はい。いいやつ。そうなんです。いいやつだ。結構新しい。結構新しい機種だ。じゃあ待ち受け。待ってちょっと嬉しいんだけど。サイン？そうですそうです。だよね。しかもこれ目の前で書いてもらったやつじゃなくて、君か君以外かみたいな。あれの僕ホスト始める前にあれ買ったんですよ。マジ？で全国のなんか紀ノ国屋限定でなんか100冊はなんか直筆サイン入りですみたいな。それたまたま当てちゃって。うわ。それは中継して何この可愛いエピソード。しかもなんか仕込み感が出るエピソードですよね。ないマジで。仕込んでたら絶対6%で来ないから。ガチの待ち受けが。待って東坂さん乗り換えあんないの？電車乗んの？いやもう2年半ぐらい乗ってないです。乗ってない。これなんか嫌な感じじゃん。やっぱ売れると乗らない。いやなんかこれぶっちゃけ言っていいですか？なんかほぼ1ページ目しか使ってなくて。どこ1ページ目？これか。これがレギュラー陣ね。これがスタメンでこれ四天王なんですよ。僕の。でも分かる。その感覚分かる。下の部分。食べログ。飯好きなんだ。めっちゃ行きますよ。この間先週ゴールデンウィークで鹿児島にご飯だけのために行きました。めちゃめちゃグルメな。いるよねたまになんかこうさフレンチ食べるためだけにフランス行って帰ってくるみたいなエピソードなんか本当みたいなキャラ作ってないみたいな。でも風磨もね行ったからね。風磨も行ったの？一緒に行きました。一緒に行ったんだ。仲良しコンビ。最近見たお店。表参道書いて六本木書いて。バレちゃう行ってるとこバレちゃう。ガーデンプレイス。メデューサ知ってんだ。はい。恵比寿の水槽あるとこだよね。サメが泳いでる。そう俺あそこ好き。そこはなんですか？お客さんと行くことが多いんですか？まあどっちもありますね。半々ぐらいです。プライベートもそうだしお客様をもてなすっていうところもあるってことだね。これさ待ってポイント大和証券やばい証券口座ちゃんとあるんだね。偉いね。カメラアプリ。なんか人の加工アプリ見るの好きなんだよな。でもさ、あなたはいらないから
もうビューティーマイナスでいいですか？ビューティーマイナスでいいよもうマイナスした方がいい。なんでこんなさレギュラー陣のさ左上とか一番さ、特等席じゃんこれ、いらないよ。この 4軍のさところに移動していいやばい今どこに入れたんですか今だから1軍にいたからこれをその右側がさ3軍でしょこっちに移動しとくから、ディズニープラスとかにしとくからいらないよ。ナオさんは配置的にどうですか登坂さんの方。いやもうごちゃつきすぎだなこれ。俺は多分ちょっと色固めてるんですよ地味に。これ色固めてんの？緑、赤、黒、白。あ本当だ。左下エリアごとに一応やってはいる。確かに上白でしょ。となるとこのアマゾンのこのデザイン微妙だな。そうなんですよ。これ3軍じゃない？これ移動して毎週水買ってるのに。今日そういう回じゃないんだ。あとはウーバーの履歴気になるな。ウーバーの何食べたか見ていい？結構ウーバー頼む？まあまあやりますね。まあまあやる。何を食べているのか。登坂さん。これ怖い。マジで怖い。注文履歴見てみます。中尾食べてる。中尾食べてるのかわいい。待ってケンタッキーフライドチキンよ。はいグルメ嘘。いやはい。だってこれ見てみ。これ履歴中尾ケンタッキー好きやこれさ。いや全然グルメじゃないじゃん。ちょっと最後に検索履歴だけちょっと見てみますか。検索履歴どうやって見るの？こうやって JAL タッチ&ゴー背中激痛気になるな。いやいやマジで痛くてマジで痛くて。なんすか背中激痛。なんか寝起きマジ痛いなと思って。これ病気かみたいな。人の検索履歴面白い。あと気になるのは首絞められる悪夢スペースなぜ？いやマジ恥ずかしい本当に。首絞められる夢見たの？でもなんかやばいってとこで起きましたね。あそうなんだ。あで夢占いでこれどういう意味なんだろうって調べたんだ。調べましたね。怖すぎて。何だったの？ストレスで。頑張ってんだな。背中痛くなって首絞められる夢見て。また来た。今をときめく、神木風磨君に来てもらいました。もうすごいから今もう2ヶ月連続ね大台突破してね給料もすごいことになってるよね。はいおかげさまで。どんなスマホの中身なのかを見てみましょう。じゃあチェック。すみません。これ機種何17プロです。新しいやつ、はい、新しいやつだ。わなんか重みが違うもんすごい待ってこれは嘘だ。こんなことある？なんですかこれなんですか？全員これ知ってたの？これいやこれ、うん、最近調子よくなったあでも確かに言ってた。俺 LINE 来たわ。そうなんですよ。これ4月1日に来てるじゃないですか。これを携帯のホーム画面にしてから絶好調なのでこれからもこれで運気上げていきたいと思いますって4月1日に来てるのよ。これわざわざ報告もしてたってことですか？そうこれもちょっとなんか優しくしてあげたくなるわ。じゃあ一回ねはい一回解除していただいて。そうですね。うわ手震えるっすねこれじゃあいやうわ怖い。これ1軍？これ1軍ってでも初期装備さそうです初期装備アプリ多くね。次が1軍です。次2ページ1軍なんだ。目がはい OK ギガファイルはい楽天カードね。楽天ヘビーユーズ、待ってクラブ J リーグ入ってるよ。絶対入ってます。こっからチケット取ってます。あそうなんだ、はいちゃんと試合見に行ったりとかするんだ。めっちゃ行きます。先週も行きました。相馬さんもサッカー好きなんやってたの。カノンとかとよくやってたりするよね、ああいううまいの実際。はいいやもうシュート力がすごいです。まあねフィジカル系だもんね。足元ある？足もでもありますあります。そうなんだ。でもカノンさんのがあるですね。ああいうよりカノンのが足元あるの？そうなんだ。カノンさんめっちゃうまいです。まあでも本当に一軍がこれで。しかもさやっぱさ売れっ子になるとこれ面白いのがさ一軍にちゃんと計算機入れてるわ数字にシビアになった。いやめっちゃなりました。すげえ計算機を一軍に入れるのは計算機入れてます。ないな、さすがになかったな。ちょっと待って、なんかこのさフォルダの分け方特殊すぎ。なんかフォルダで iPhone って下にまとめたアプリのなんかその名前くくり決められるじゃないですか。お金とか、うん、ゲームとかできますもんね。ゲームとかできるじゃんよくわからんやつとか誰やねんとか
誰やねんってタップしていい、はい誰やねん誰やねん確かに俺もこれ思ってたそうフィットネス、ディスコード、スレッズとか入ってるの？ iMove、キーノート、パスワード、フリーボード、これ確かに俺も思ってたのよ。デフォルトに入ってるけどあんま使わないやつ。はい、でなんか消しづらいんで、はいいつか使うのかなみたいな。確かに iPhone 様が選んでるぐらいだからいつか必要になるんじゃないかなっていう、そういう誰やねんってめちゃめちゃこれ多分ね共感する人多いわ。これ誰やねんってやじゃあ最後 YouTube の視聴履歴か検索履歴。うわ恥ずかしい。どっちがいい？じゃあ僕、ん検索履歴すぐ消すタイプなんですよ。なんで YouTube の方がちょっと本当？じゃあ YouTube 行く？本当今のいや本当っす。過去振り返んないタイプなんで。履歴履歴が待って新一がライブしてた新一ライブしてるめっちゃ頑張ってんな。見てくれる方はね、ぜひ僕のことを知ってください。SNS とかもね、TikTok、インスタグラム、新一かっけえなこう見るとね、やってますので、今はい今やってる YouTube の方がメインで今これ配信なんで今見てるんですかそしてインスタグラムでやってますので、チャンネル登録して見てるよフォローしていただければなと思います。そしてね、現在じゃあ見てるよバイローランドで送信して、これ送信したら見れる？はいしんちゃんに届きます。今なんか課金の音しなかったですか？気づくかな？ EDM さんまた来たら来ますとのことで、なんと EDM さんからまた来たら来ますとのことで、なんと追撃の100ドアいただきました。内藤です。ありがとうございます。俺のコメント見てくれ。嬉しい。俺のコメント見てくれ。風磨さん風磨さんガチ風磨さんですそうガチガチ風磨めっちゃ楽しんでるんですね。さん。面白い。やっぱ配信って面白いかもしれない。おガチ風磨さんじゃないですか。ガチ風磨さんあれですよね。バイローランドって本当ですか？ありがとうございます。つながった。こうやって楽しむんだね。ローランドさん成長なんですね。ローランドさんも見てくれてるんです見てるよ見てる俺なんか配信を楽しみにしたの気持ち分かった。嬉しいわ。見てんのよ。だとしたらやばいっす。風磨さんもありがとうございます。見てるよな俺たちな。見てます新一頑張ってくれ。はい。新一頑張れ。本当ですか？本当よ。いやなんか面白い。嬉しすぎる。確か撮影か。撮影でってことですよね。そう撮影中で。そういうことなのよ。そうだそうか。ね。嬉しい。だとしたら嬉しい。ありがとうございます。いや俺初めてリアルタイムでスタッフのやつ見た。新一のやつ。でもなんか嬉しかった。なんかコメントしてこれ読んでもらえてなんかめっちゃつながれた気持ちになれたんですよ。これは嬉しいわ。俺ちょっとドネ投げたくなったもんね。風磨さんのお金で。いや本当に。そういやでも面白かったわ。人となりが見えました。Gmail えらいことなってない。15万件来てる。いやこれはやばすぎる。これ歯が抜けたやつ。何これ。歯抜けたの。待って何これ。やばすぎだろ。うわちゃんとトップに税金が来てるという。すごいね。仮想通貨のなんか情報交換スレッズみたいな。怪しいな。大丈夫？うわなんかさやっぱスマホ見んの面白いわ。